この動画には以下の成分が含まれます。この動画は2です。よろしければパート1もご覧ください。それでもいい方は、ゆっくりしていってね。病院を歩くこと数分。探索者一同は診察室に案内されました。診察室には小柄な男が座っていました。男から何か嫌な視線を感じる。私はこの病院で医者をやっている長というものですが、警察が何の用でしょうか。長さんは夏山しおりという方の担当医ですね。そうですが。最近その夏山しおりさんの行方がわからないのですが、所在について何かご存知ないですか？特にこれといって私は知りませんな。いかにもっていう怪しさだな。質問、してもいいんだぜ。マリサステイ。ワン。可愛すぎる。挙式はいつにする？乗っかったのに変な返ししてくんな。ともかくこの怪しい医者に心理学しますか？ではそこから始めますか。私がシークレットで振りますよ。なるほど。では長という医者は明らかに嘘をついているように感じるだろう。本当に知らないんですね。さっきも言った通り本当に知りませんよ。仕事が忙しいのでこの辺りで失礼してよろしいかな。お手数かけました。さて、ここからどうする？あの医者は確実に嘘をついているわ。さすがアリス先輩っす。あの医者が嘘ついてるってことはその国連教が怪しいってことだよな。我この娘をマッスル教の施設に送っていくついでに同じ宗教家の観点から調べといてやるよ。あの教って医者が怪しいなら尾行してみるのはどうすか？追跡に振ってるからそういう流れでいいか？じゃあ私は情報収集しときますかね。じゃあ私は警察署に戻って国連教について調べてみるわ。じゃあまた明日集合しようか。ではそれぞれにシーンを移します。それでは向こうさんは張り込んで張先生の後を追うんでしたね。その通り。では張先生が出てきましたね。アリス先輩の見立てだとあの張っていう医者はしおり先輩の居場所を知っている。そして今日警察を名乗る私たちが訪ねてきた。しおり先輩について暴かれていないか確認するために先輩に会いに行く可能性は高い。ここは尾行して情報を探る。向こうさんは特に見失うことなく後をつけていく。しばらく歩くとどうやら今日の目的地に到着したようだ。そういやもう夜だな。そうだにょん。それじゃ続けます。今日の目的地は普通の会社のビルといって差し支えがないような至って普通の建物でした。もっとヤバそうなところに行くと思ってたのに存外拍子抜けだったっすね。そんな向こうさんに近づいてくる二つの人影がありますね。男が話しかけてきます。そこのお嬢さん張先生のことつけてたよな。悪いが少し来てもらおうか。何のことっすか？しらばっくれても無駄だぜ。寝落ちしてたからな。いやめたすぎでしょ。うまい理由が思いつかなかったにょん。許して。筋肉心は全てを許します。続き行くわよ。力ずくでも連れて行かせてもらう。やるしかないか。先方は向こうさんです。マーシャルアーツ組付きだ。随分戦闘について詳しくなったわね。マリサに教えてもらったからな。あの料金はおとなしくしておけよ。話せよ。これはわかんない。てっころ。落ち着け。では次に映画組付きから抜け出そうとします。STR 対抗ですかね。私の STR は13だ。45で抜け出せますね。男はなんとか向こうさんの組付きから抜け出しましたね。続いて男 B の攻撃ですね。それでは男が殴りかかってきますね。ほら。受け流し。男から繰り出される拳を向こうさんは素早くそらした。もうおしまいかねえちゃん。まだまだっすよ。と言っても、組付きだとダメージ的にはそこまで高くないし2人相手にはなかなか厳しいものがある。最悪このままやられる可能性もある。逃げるか誰かと連絡取らないとまずいな。ではそんなこんなで向こうさんが困っていると男たちの後ろから声がしますね。迷える子筋肉を救いに来た。力こそパワーだぜ。それ英語訳しただけじゃない？もう大丈夫。なぜかって、私が来た。突然現れたマリサさんの美しいポーズから繰り出された格闘家のような鋭さの蹴りは、あっという間に男の一人を吹き飛ばしそのままダウンさせました。ツッコミと疑問が脳内を駆け巡ってるんだけど、筋肉の躍動を見て興奮を抑えられないのは理解できるが一旦落ち着くのだ。そんなことないっす。まずは奴を何とかしてからだ。男は相方が吹き飛ばされたのを見て呆然としています。STR 最大値が降ってきたらそうなるわよね。なんかかわいそうに思えてきた。呆然としているなら説得聞くんじゃないか？確かにそれもそうですね。筋肉説得だ。
はぁ、説得のどこに筋肉が必要なんだよ。これはさすがにおかしい。それでは見事なマッスルポーズから繰り出された筋肉説得により男は今までしてきたことを懺悔したくなります？ついにキーパーが混乱し始めたわ。俺本当はこんなことしたいわけじゃなくて、反抗期で家飛び出してきちゃって、この前だってなんか女性の誘拐の手伝いもしちゃったし。もしかしてその女性ってこんな人じゃないっすか？としおり先輩の写真を見せます。そうです、この人です。やっぱりこいつらだったわけだ。そこの若い君。はい。人生、いつでもやろうと思えばいくらでもやり直せるもの。停滞こそが最もしてはならないこと。進みなさい。困ったらいつでもマッスル教に頼りなさい。話くらい聞くからさ。今日は帰りな。大丈夫。その筋肉と一切あれば。なんだか晴れた気持ちです。今度改めてマッスル教の門戸、叩かせてください。筋肉心の籠があらんことを。男は言葉通り非常に晴れやかな顔でこの場を去りました。彼が親との再会を果たし過去を清算した後マッスル教徒となるのはまた別のお話。勝った、第3部、じゃないし第3部じゃない。続けます。危ないところ助けていただきありがとうございます。例には及ばん。いくつか聞きたいことがあるのですが、なぜここに？ジャケットの裏を見てみな。これは、そうさっき隠すで集音機能付き GPS を仕込んでおいたのだ。普通に犯罪じゃねえか。よく許可が下りたわね。持ち物としてもともと申請ありましたし面白いかなと。結果オーライ。犯人も勝手に諭して逃がすし、今回限りっすからね。はい。そんでこっからどうするっすか？とりあえず今日は解散でいいんじゃないか？明日アリスさんも揃えた万全の状態で向かった方がいいだろ。一人で行くには危ない相手とも分かったしな。それもそうっすね。じゃあまた明日連絡よろしくな。おやすみなさい。私も帰ろ。アリス先輩今頃どうしてるかな？おかしいわね。国連教に関する資料が一切ないわね。普通たとえ今まで捜査に必要なかったとしても宗教ならなおさら何かしら情報があってもおかしくない。それなのに一切の情報がない。まるで誰かが意図的に隠したようだわ。むしろ人の手が加わっていない方が不自然よ。これは良くない感じがしてきたわ。誰かしら？少しでもするぞ。これは所長ではありませんか？そんなにかしこまらないでくれたまえ。君は同僚の夏山さんの調査をしていると君の上司から聞いたが。その通りですが。普段の夏山さんから連絡があってね。親の休館で里帰りをしたと言っていた。だからこれ以上調査はしなくて大丈夫だ。わかりました。それだけなんだ。熱心なのはいいがほどほどに帰りなさい。はい。それでは失礼させていただく。その夜もコウさんは不思議な夢を見た。水かきを持つ巨大な耳の生き物が象の鼻のような器官をあなたに伸ばす。あなたは逃げることができない。恐ろしいようなそれでいて神秘的な不思議な感覚を覚える。不思議な悪夢を見たもコウさん。産地チェックです。なんだったんだ今の夢は。なんか忘れてるような気がするな。まあいいか。今日はいよいよ昨日行った会社みたいなビルに突撃するんだったよな。アリス先輩から連絡来てるし早速用意するか。昨日は大丈夫だったのね。我の筋肉に危険の文字なし。あなたの心配は最初からしてないわ。それにしてもしおりがそこにいる可能性は高いのね。そこはほぼ間違いないっす。筋肉説得に疑いの余地なし。さらった当人が言ってたっす。昨日所長から話があったわ。しおりから連絡があったから手を引けってね。でもしおり先輩はさらわれたって。そうよ。だからこの先は非公式な捜査になるわ。それでもついてくるかしら？今更っすね。誰がここで手を引くんですか？困っている人を助ける。チープでありきたりな目標ですけど、それでも、その目標のために命を懸けるのが警察でしょ。向こう。我も当然行くぞ。友人にあれこれされるのは非常に頭にくる。あと妙な宗教ができて宗教自体の印象が下がるのも教祖として見逃すことはできない。脳筋の感じすっごいのに意外と論理的思考するのよね。マリサさんは意外と賢いんだぞ。すごいわね、マリちゃん。バカにするなぁ。そんなこんなで探索者たちは各々決意を固め決戦の場に赴くのでした。見る限り普通のビルね。作戦とかはあるんすか？突撃やるのみ。脳筋肉でできてるのかしら？ありがとう。褒めてないわ。言うて素直に尋ねてみるしかなくないか？確かアリスは返事で相手の考えていること読み取れたよな。ほんの少しね。受付に尋ねてみてとりあえずの様子を探るのはどうだろうか。あなたにしてはまともな作戦ね。我には紙の籠があるのでな。中にはどちらかといえばホテルに似た少し変わった受付があった。受付には一人の女性がいた。ここに夏山しおりという女性はいるかね。女性は少し思案した顔をするとこう話しかけてきた。
話は伺っております。こちらにお越しください。これはすごく罠っぽいがついていくほか選択肢がないな。ついていくでいいか？構わない。いいぞ。そこは例えるならば校長室を小さくしたような部屋で、ソファーやテーブル本棚がある。部屋の窓はカーテンで閉められており部屋の奥には入ってきた扉と別の扉がある。さて入ってきちゃったな。入ってきちゃったじゃないわよ。さすがにそこまで短絡的じゃないと思うんすけどね。何かしらのごまかしをして穏便に帰ってもらいたいんじゃないすかね。やばそうな場合を想定して逃げ道の確保だけしておくか。それにしてもなんでこんなに分厚いカーテンかけてんだろ。そうこうしていると突然部屋の奥側のドアが開き夏山が姿を現して話しかけてきた。みんな揃ってどうしたの？どうしたのって連絡も入れずにいなくなるからみんな心配したのよ。それに実家に戻ったって聞いたわよ。どうしてこんなところに？転院してこっちの病院に来たの。連下院っていうところよ。今日は担当医の張先生がこちらにいるから来ていただけよ。マリサも一緒なのね。ああ。連絡しなくて本当にごめんなさいね。謝るのは本人に後でさせるからお前が謝る必要はないぜ。冗談言うなんて珍しいわねマリサ。本物のしおりはな。我のことマリサとは言わず教祖様と言うんだよ。まさかそんな仲だったとはな。ブラフだぜ。この間抜けが。まず連絡をしないなんてしおりらしからぬ行動だし。手帳のしおり先輩との様子とも一致しないその姿。いきなり所長に連絡というのもおかしいわ。そこもグルでしょうね。正体を表してもらおうか。するとどうだろうか。まるで皮が一気に剥がれるように、夏山だったはずの人間は醜い顔立ちの到底人間と呼ぶにはばかられる怪物へと変貌を遂げた。この世のものとは思えない状況に遭遇した探索者たちは産地チェックです。それでは正体を暴かれた化け物は奥の扉の方に逃げていきます。あいつがしおりが調べていた吸血鬼ってやつか。その可能性は高そうね。まずは本物のしおり先輩を見つけないとっすね。やつを追うぞ。そこは分厚い布で窓という窓が覆われた夜のように暗い部屋でした。部屋には目を引く大きな像が鎮座していた。像の足元には探索者たちのよく知る夏山の姿がありました。あそこにしおり先輩がいるっす。助けないと。助けるには役割を分担する必要がある。キーパー、あの怪人は？部屋の中央あたりに佇んでいますね。よし。まずあの怪人はおそらく吸血鬼だ。この部屋の窓が閉ざされているのはきっとそれが原因だ。なので一番筋肉のあり紙のカゴがある私が怪人と戦い時間稼ぎ。その間にもこうがしおりを救出し、とどめにアリスがカーテンを取り払い日の光を取り入れて怪物を倒す。どうだ？私は文句ないわ。刑事の底力見せるところっすね。ここからは戦闘ラウンドでの処理になるにょん。それでは開始します。まずはマリサさん。怪人に蹴りを入れるぞ。よし11ダメージ。11ダメージなんだぜ。よくもしおりをさらってくれたな。このツケは金じゃ払えねえぜ。これでも食らっときな。それでは、筋肉の躍動を感じさせるポーズから繰り出された無慈悲な一撃を食らった怪人はそのまま吹き飛び動かなくなりますね。全てはパワーだぜ。そこに神話生物を蹴り殺す探索者がいるのよ。全てはダイスと筋肉の神の導きだ。それじゃあしおり先輩に近づいておんぶしますか。私の PC はきっと気がついてないからそのまま窓に向かうわね。それでは、モコウさんがしおりさんをおんぶすると、不意に地響きのような音とともに石像が動き出し緩慢な仕草でゆっくりと探索者たちを見渡し手を伸ばしてきた。この世のものとは思えない存在に見つめられた探索者たち産地チェックです。マリサさんのターンから行きましょう。とりあえずこれはまずいな。絶対だ。とりあえず向こうのところに走るぜ。ともかく石像と距離を取るっす。アリスさんはとりあえずカーテンのところまでたどり着きましたね。とりあえずこれ以上吸血鬼が現れるかわからないわ。向こうを助けに行く前に一応カーテンを開けておきます。それでは部屋に日の光が差し込みます。日の光が部屋に差し込むとモコウさんに手を伸ばしていた石像が動きを止めました。あれ？とりあえずチャンス。我が背負う。逃げるぞー。探索者たち3人は何事もなく無事に施設から脱出しました。それではエンディングに入ります。探索者たちは施設を抜けた後夏山を今度はちゃんとした病院に搬送した。数日後には目を覚ましまたいつも通りの日常に戻ることだろう。その後にこの町では3つの事件が同時に起こった。1つ目に連下院という漢方の病院で火事が起き、主治医の教師が行方不明になる事件。2つ目にオフィス街でガス爆発があり国連堂と名付けられていたビルが使用不可能になったこと。不思議なことに1つの死体も発見されなかった。最後にこの町の警察署の署長が行方不明になったこと。連続して様々な事件が起きたので一時はテロも騒がれたが、時間が経てば人々の関心は薄れ風化していくことだろう。あの施設は何を信仰していたのだろうか。あの生き物は何だったのか。それを知る術はもうない。探索者たちもゆっくり日常に戻っていく。この世には知らなくていいことが多くあるのだから。
友達を救えたし迷える子筋肉も救えたし信者も増えた。かなり厄介な友人が一人増えた。今度お礼にしおり先輩がパフェをおごってくれるらしい。シナリオロータスを捧ぐベストエンドでクリアです。